哇哦！大家好，我是阿贝，好久没有做赛事全解析了。今天2025的世界赛刚比完哦，冠军也已经出炉了。相较前几轮只能带2副牌组的比赛，8强赛是要带3副牌组的，所以除了前几轮看到吐的土印乌跟财宝皇以外，还需要再额外多带1副牌组。那2个 T1 牌组以下的 T2 就是百花齐放了，非常多的选择，可以是文章教，可以是奥义龙、吉驰龙，也可以是人偶筹，有非常多的选择。那相信各位选手也带上了自己最擅长的牌组。我们今天就直接看到冠亚赛的 DFN Yuli 的奥义龙对上无影的土印乌。那首先我们看到的是 DFN 带的牌，像刚说的一样，最基本一定是财宝皇加土印乌，而比较有变化的就是第3副牌组了。DFN Yuli 选择的是奥义龙。那我把龙族的牌组放大给大家看，这样大家看比较清楚哦。比较常见的进化龙是带3张佐伊，而不去带3张跳费的法术，而 Yuli 选手选择的是带3张跳费的法术，而不去带佐伊哦。然后另外带了2张吉驰来补伤害。我自己个人玩进化龙也是觉得有带吉驰的终端是玩起来是比较舒服的，比较不会有铺场抢到血之后打不出伤害的情况。再来看到是无影带的牌组，财宝皇、土印乌和一套文章教。无影靠着这套文章教从8强一路过关斩将来到了冠亚赛，非常的厉害啊。而土印的部分比较特别的是没有带1费的图片，然後去多带了一些调香师跟2费的继承者。接着我们就看到这一次的对局，进化龙对上土印乌。さあ第2バトルここで出てきました。進化ドラゴン。ユーリが信じて持ってきたのはドラゴンでした。うわ、ライをキープ。ちょっとミシャと考えてますね。いや、このマッチアップのライオ強いですからね。土印乌留牌的部分，除了低费从者，还留了1张莱欧哦，应该是知道对面是进化龙的情况下，准备去解对面的智龙一大牌。而下面进化龙除了跳费一定留之外，还留了1手奥利维。而因为进化龙是后宫，而且手上有一个3跳费，所以留一个7费的奥利维是非常不错的，可以先超进化，刷奥义亮条，还可以抽绿补血。さあ手札交換もうまくいったような表情でした。シャドウ51です。これでは砂袋にも劣るぞ。哦，这边龙族直接先打了个招呼。召喚の魔女メルビーから魔女の錬金が手札に加えて、ここは这边直接加1跳费，应该是准备4费要吉塔抽牌或是结场。PP を加速させていきます。魔女の錬金がワンドローから繰り出すのはメルビーか、それともペネロピーか。ここはスタックの数で押してますね。とにかく動きの選択肢を増やしてますよね。いや、早い。早す。哦，那这边他想都没有想，直接打了吉塔去抽了2张牌，完全没有要结场的意思，可见他对这个对局有多熟悉哦。进化龙的回复能力跟结场能力是非常强的，而且对面是先攻，在 PP4 的时候没有什么特别难解的场面，除非是后攻4 turn PP+1 跳2只55出来，那才会比较麻烦。青い空をよく聞くし、グランドシータ、ここに対してはエーデル・ワイス。いや、いいトップドローにはなりましたね。盤面広げることができるんで、このグランドシータに付き合う必要もなくなりましたからね。はい、ただこのエーデル・ワイスを使ってしまうと盤面のスタック1になってしまうので、後続できてしまったミレユ&リゼットに対してこのスタック残せていない状況になると1個土を食べたいんで、メルビーのプレーがちょっと難しいからどうしようかなっていうところですかね。ただここは押していきます。リコーの天球エーデル・ワイス、召喚の魔女メルビーの攻撃からそのままプレイしてペネロピー2点で残り体力14点。而土印乌的部分的话，也先不抽牌了，尽量给到场面的压力，让楼下的进化龙不要跳费跳得这么轻松。2号の支流。ギルネリーゼとの盤面形成、これを破壊していくようなプランになるか。あと2ターン待てば、もしくは次の竜風ケージがあればオーシャンライダーがより強力になるんですが、
いやーちょっと今 PP ブーストのカードもないんで1回ギルネでお茶に濁しますか。さあこれはギルネリーゼ3面剥がしながらのフィルレインをどう考えますか。ちょっとノーマンの対策で持っておくみたいなのもありですよね。そうですね、次のターンがちょっとプレイできるカードがオーシャンライダー2枚になってしまうんで、ここはキープですかね。さあ残り体力12点まで押し込んでいます。ミシャドウ51秘術ウィッチ。这里有2个选择，一个是打吉塔抽2张牌，然后净化结场，又或者是打卡书净化结场就好了。而这边手上有莱欧的话，就会想要留着吉塔的抽2，因为吉塔抽2是必抽从者，所以可以抽上2张将飞过后的从者。いやお互いのプレー速度とんでもないですね。早いですね。決勝戦だとさあここは錬金側のワンドローです。さあ天才美少女錬金術師カリオストロが登場しました。アルスマグナを加えて盤面を作っていきます。 6PP 未だに覚醒できていないがなんとか盤面を処理すること。オーシャンライダーオルカを引き連れて目の前カリオストロ、そしてエーデルワイスを剥がしきるがさらちでミシャドウのターンになった。ノーマンがあれば狙ったりしてもよかったかもしれませんね。そうですね、困ったかな。目指したかったですよね。それであればオリビエで返すことができたんで有利的には OK だったかなと思うんですが、錬金術師カリオストロ、そして天使長の後継サンダルフォンの解放力を確認していました。まあどちらも現状8位ですかね。はい、そうですね。なので、ミシャドウとしてはなるべくミレイユ&リゼットを引き込んでこの進化回数を優位に立ちたいですよね。そうサンダルフォン返して哦，这边居然选择把圣德芬换掉，那就是已经准备好要用莱欧来跟对面打泥巴战了。控制好自己的进化次数，不要超过6，让圣德芬不要自己跳出来。莱欧降费以后，有可能可以抽到3费的圣德芬。いきます。証拠の魔術師グランジータのドローに頼る形になるでしょうか、それともカリオストロで。これはスタックを重視してリークプレイになりました。スタック8です。ガルミーユ OK， 这边抽上了加鲁密尔，但这一趟应该不会打这一张。这边有2个选择，一个是奥利维，一个是尼普顿。尼普顿的话可以有很优的场面，然后可以开始靠小金鱼去一滴一滴的回血。而奥利维7+3的话，也可以是和尼普顿差不多的场面，并且可以把智龙降到4费，还可以额外多抽2张牌。进化龙打土印屋一定要防对面的莱欧，所以最好可以在9PP 之前，在对面莱欧可以拍出来之前去铺1-2次的大场面，看有没有机会抢到一些血量。エクストラ PP も使わずに済みそうなので、郵送の立て師オリビエからルリアが来た次のターン以降もつながりそうですね。そうですね。メグかもしくはオリビエもう1枚引ければヒゴの治療のコストが下がりきりそうだったんで、このドローは嬉しいですね。ライオン前もしくはララアンセム前に一気に作りたいところでした。さあオーシャンライダーで盤面を作りながらのここは守護裏超進化を作っていきます。いやこの守護の裏の77強いですね。いやー素晴らしいプレーですね。これ 7PP なんでララアンスム前にこの盤面形成、いやーちょっと遅れたノーマン。いや一旦ずれました。証拠の魔術師、さあ進化を切りながら守護を剥がしていきます。アルケミックフレア見事に全処理できる状況ですが、オーシャンライダーに対してはアルスマグナヒゴの治療、いや超進化で当たれないのが惜しいのでちょっとずらす可能性もあるかなとは思いますが、ライオが間に合っちゃいますよね。いやそうなんですよね。ここで展開するのか否か。ただこのターン例えばルリアからオリビエ引けたとしても最大4面の動きになりますかね。になった時に一応5面いけますかねこれ。さあオリビエ来た、郵送の立て師オリビエ。ただ这边土印屋解完刚刚的场之后，自己的场面是空的，给了进化龙一个非常大的空档。这边可以选择奥利维加智龙去铺一大排，又或者是趁对面现在的空档，直接用加鲁密尔去打伤害，让自己的斩杀有机会早一回合。而下一turn最怕的就是拉拉了，
土印如果拍出拉拉，基本上进化龙就没什么希望了。進化回数を見るとまだ3回しか進化されてないんでサンダル本圏内ではないよねということですよね。まだ余裕あるよねっていう判断で、次のターン相手の盤面を全処理したいんだという意思を感じます。さあ最終奥義を待たずして、ここは開放義を待たずしてのカリオストロとなりました。進化回数稼ぎながら最低限の処理になりました。好，这边土印非常可惜没有进拉拉，那就只好留着抽牌的从者准备来欧。不过刚刚的结场可以再想一下，可能可以先下4费的天宫去赌赌看4费的4点伤害可不可以打到加鲁密尔身上。如果打到加鲁密尔的话，就可以用1费的炼金把加鲁密尔点掉，再用卡苏跟天宫去把陆利维换掉，这样自己场面会有2只从者，场面会比较优势。接着看到下面进化龙这边对面 PP 要9费了，非常有可能要来欧了。这边手上没有疾驰，圣得分的奥义亮条也还没刷完，到底要怎么办呢？我们直接看到 Yuri 的精彩操作。怖いっすよそれは。見えすぎてるそれは。さあ DFM ユーリが取る行動、ミシャドウ51すでに気づいてましたね。いやこれもしかしてここで銀票の吐息コストアップ、うますぎる。うますぎる。さらには日頃チル竜風立てて4面。いやこのターンのタックすごいなこれ。日頃正面結構強い。いや強いぞこれ。哇，好强，真的好强！我当下看的时候，我完全没想到菲林法术加1费去卡对面的莱欧，这一卡土印屋整个计划都乱掉了。他本来要莱欧清完场面，接着疯狂抽牌，这边就算进了李光的证明，场面也解不完。进化龙的圣得分下一回合就准备好了，只要有任何一只没解完，加上自己没有场面的话，就准备吃圣得分结束游戏。いやこれ一旦もらえるだけで、なんとサンダル本たまるんですよね。いやーこれもう有利の計算通りですよ。ここが柔らかい処理の動きだったら勝っちゃうよっていうことですよね。そうですね。だからこそ回復でしゃがむ行動はせずに攻めて攻めて攻める。いやこれラランセムトップとかその QPP で出てきても一面残ったらサンダルで勝っちゃいますもんね、ワンチャンこのそうですね。剥がしながらね。いやすごいっすね。いやめちゃくちゃいいタクっすよこれ。さあミシャドウこれは全体4点になるか。飛ばしながらドローは少し諦めながらランダム5点。さあいいやつに当たった。ただこれは5点残ります。リーサルか。さあここで竜風でターンが回ってくるが、ここまで温めた約束の天使サンダルフォー5点パンチ。これで 2-0。接着 Yuri 就3比0拿下了这一次世界赛的冠军，厉害，真的厉害，实至名归。这次的世界赛真的好看，大家有兴趣的话可以去看一下。如果还有什么想要我解析的对局，欢迎在下面留言告诉我。那这次的影片就到这边，我们下部影片见，加呢。